逃げた翌日の深夜、私はまた、あの水路を渡った。止められると、分かっていたから。2023年9月、メキシコ、ソチミルコの運河に浮かぶ、人形の島での話だ。IMG、夜の水路、遠くに見える島のシルエット、懐中電灯の光が、ぶれた。手が震えているから、目の前に、何千体もの人形がいる。木の幹に、枝に、針金に縛られた人形たち、全部が、こちらを向いていた。昼間は違った。ただの廃墟だった。色あせたプラスチックの顔、腐った布の胴体。旅行者が写真を撮って笑う。そういう場所だった。夜11時が過ぎた頃、最初の異変に気づいた。一つの人形の首が、傾いていた。さっき確認したとき、それは正面を向いていた。確かに、正面を向いていた。風は、ない。IMG、木に吊るされた人形。首が横に傾いた状態。島には、伝説がある。数十年前、この水路で溺れた少女の霊を慰めるため、管理人の男が人形を飾り始めた。一体、また一体。最後には、島全体が人形で埋め尽くされた。男は言い残した。人形たちは夜になると動く。と、誰もが笑い飛ばした話を、私は今、笑えなかった。午前3時、懐中電灯を、ゆっくりと、持ち上げた。光の輪が、周囲を照らした。100体、200体、300体、すべての人形の目が、私を見ていた。さっきまで下を向いていたものも、横を向いていたものも、目のないはずのものさえも、すべての穴が、すべての空洞が、私の方を向いて、じっと、動かなかった。喉が、閉じた。声が、出なかった。IMG、無数の人形の目が一点を見つめる。暗闇の構図。逃げようとした。足が動かなかった。泥に沈むように、膝が笑っていた。そして気づいた。立体の人形の口元が、わずかに、上がっていることに。あれは、笑っていたのか、それとも最初から、そういう形だったのか、もう、わからなかった。次は、この島がどういう場所で、なぜ私が一人でそこに残ることになったのか、その始まりから、話さなければならない。2019年の秋、メキシコシティの南、ソチミルコの水路の奥深くに、その島はある。なお、イスラ、で、ラス、ムニエカス。訳せば、人形の島。その名前を初めて聞いたとき、私は正直、笑った。観光客向けの演出だろうと、そう思っていた。島に渡ったのは、10月の終わりだった。ちょうど死者の日が近い時期。空気は乾いて、運河の水面は鈍く光っていた。船頭の老人は、私が島に一人残ると告げた瞬間、何も言わなかった。ただ、手を止めた。それだけだった。島に足を踏み入れた瞬間から、何かが違った。木々の枝という枝に、人形が吊るされている。腕のないもの、目が溶けたもの、焼けた髪が風に揺れるもの、数百ではない。数千だ。それらが、空を埋めていた。この島には、歴史がある。管理人だったフリアン・サンタナ・バレラという男が、1950年代から人形を飾り始めた。理由は一つ。運河で溺れた少女の霊を慰めるためだ。彼は何十年もの間、人形を集め続けた。廃棄されたもの、壊れたもの、捨てられたもの、どれも、ここへ連れてこられた。そして2001年、バレラは死んだ。同じ運河で、少女が溺れたのと、全く同じ場所で、島の者たちは言う。彼は今も島にいる。と、人形たちと一緒に。昼間でも、息が詰まるような場所だった。木陰は深く、光が届かない。人形の眼下が、どこを向いているのか、判然としない。風が吹くたびに、腕が揺れる。まるで、手を振っているように。
なぜ私が一人で残ることになったのか。同行していた友人が体調を崩したのだ。船で引き返した。私は翌朝の便まで待つしかなかった。夜は出ない方がいい。船頭の老人が去り際にそう言った。冗談だと思った。今となってはあの言葉の重さが骨まで染みている。日が沈み始めると島の色が変わった。人形たちの顔が影の中に沈んでいく。だが目だけが妙に浮き上がって見えた。ガラスの眼球がわずかに光を拾っていた。夜11時、最初の異変が起きた。IMG、夕暮れのソチミルコス色。もやの立ち込める運河と木々の影に揺れる無数の人形のシルエット。IMG、暗闇の中、ぼんやりと浮かぶ人形の顔のアップ。ガラスの目が光を拾っている。最初に気づいたのは、匂いだった。腐った花のような、甘く重たい匂い。昼間は全く感じなかったはずの、それが夜11時を回った途端、島全体に漂い始めた。風は止まっていた。波音も聞こえない。水路の水面が鏡のように静まり返っていた。それなのに、匂いだけが動いていた。島の奥からこちらへ向かってゆっくりと流れてくる。IMG、人形が大量に吊るされた木立の夜景。懐中電灯の光がこの間を照らしている。懐中電灯で周囲を照らした。木に吊るされた人形たちが次々と光の輪の中に浮かぶ。表情は変わっていない。朝と同じはずだ。そう言い聞かせた。だが何かが違った。目が合うという感覚があった。ガラスの球体に過ぎないのに視線を注がれているような確かな重さがあった。理由を探した。光の反射だ。影の角度が変わっただけだ。夜の暗さが脳に錯覚を起こさせているだけだ。全部説明できる。そう思おうとした。IMG、人形の顔が複数、横一列に並んでいる。それぞれ微妙に角度が異なる。その時、音がした。乾いた。きしむ音。木が風もないのにたわむような、細く高い音。一度、また一度、音の方向を特定しようとした。右か、左か、木立の奥か、足元か、どこからとも言えない。島全体からにじみ出てくるような響きだった。体温が下がった気がした。気温ではない。内側から、スーッと熱が抜けていく感覚だ。IMG、汗ばんだ手で懐中電灯を握りしめるアップ。背景に人形の輪郭。懐中電灯を握り直した。手が、わずかに震えていた。深呼吸を一つした。人形は、ただのものだ。布と、プラスチックと、錆びた針金でできた。ただのものだ。もう一度、光を向けた。木の中ほど、以前と同じ位置に、古い人形が一体吊るされていた。首が、右に傾いている。昼間、確かめた時は、正面を向いていた。風も、ない。誰も、いない。それでも、その首は右を向いていた。私がいる方向を、向いていた。不安は、もはや積み重なる段階を過ぎていた。胃の底に、重い石が沈んでいくような、静かな確信が生まれていた。これは、錯覚ではない。わかった。だが、認めたくなかった。IMG、夜の水路と島の前景。遠くに人形のシルエットが無数に浮かぶ。午前1時を回った頃、懐中電灯の電池が半分以下に落ちた。光が弱くなるにつれ、人形たちの輪郭が闇に滲んで広がっていく。それがまるで近づいてくるように見えた。次の異変まではあと2時間もなかった。IMG、暗闇の中、無数の人形が木々に吊るされた島の夜景。懐中電灯の光が一体の人形の顔を照らし出している。午前2時48分、懐中電灯の光が一体の人形の顔を捉えた。その瞬間、私は息を呑んだ。
さっき、確かに確認した人形だった。首は、左に傾いていた。だが今、その顔は、まっすぐに、私を向いていた。足が、動かない。心臓が、音を立てて打っている。ドクン、ドクン、と、耳の奥に響くほど大きく、その音だけが、世界に残っていた。着陸をやめた。違う。思考が、停止した。瞬きもできなかった。視線が、その人形の目に吸い付けいて、離れない。白く濁った瞳。光を受けても、何も反射しない。あのうつろな眼球が、確かに、こちらを捉えていた。首筋が、冷たくなった。汗が、背中を伝った。だが体は、石のように固まったまま、1センチも動かせない。深呼吸をしようとした。できなかった。肺が、縮んでいるみたいに、空気が入ってこない。10秒、20秒、30秒が過ぎた頃、ようやく視線を動かすことができた。そして、気がついた。一体だけではなかった。右の木に吊るされた人形。左の枝に絡まった人形。頭上のロープに縛られた人形。見える範囲にある。あらゆる人形の顔が、すべて、同じ方向を向いていた。私の方を、全員が、私を、見ていた。喉の奥から、声が出そうになった。押し殺した。声を出してはいけない。と、本能が命じていた。なぜかはわからない。ただ、確信があった。音を立ててはいけない。と、島の夜が、深く沈んでいく。風は止まっていた。木の葉も揺れない。虫の声さえ、いつの間にか消えていた。静寂が、重さを持っていた。押しつぶされそうな、あの感覚。その中で私は、懐中電灯を握りしめたまま、ただ立ち尽くしていた。電池の残量が、さらに落ちている。光が、黄色く、弱く、明滅し始めた。暗くなれば、どうなる？人形たちが、もっと近くに見える。それとも、もっと、近くに来る？恐怖とは違った。もはやそれは、冷たい、静かな確信だった。この島には、私以外の何かが、いる。そして次の瞬間、島の奥から、音が、した。IMG、懐中電灯の光が揺れる暗闇の中、一体の人形がこちらを向いている近距離ショット。音は、奥から来た。低く、引きずるような音。枝が折れる音でも、風でもなかった。何かが、地面を、滑っている。私は懐中電灯を音の方向へ向けた。光の先に、人形がいた。一体、地面に落ちた人形が、幹に、もたれかかっていた。さっきまで、あそこに人形はなかった。確認している。通り過ぎた道だ。頭が、こちらを向いていた。IMG、土の上に倒れかけた古い人形。目が正面を向いている俯瞰アングル。私は動けなかった。足が、地面に、張り付いたように重かった。懐中電灯の光が、また揺れた。黄色く、弱く、点滅する。闇が迫った瞬間、見えた。人形の、目が、動いた。ゆっくりと、ゆっくりと、右から左へ、瞬きもしない目が、私を、追った。声が出なかった。息も、止まっていた。頭の中で何かが叫んでいる。逃げろ。と。でも体が、言うことを聞かない。IMG。人形の顔のクローズアップ。濁った目が正面を向いたホラーカット。その時、聞こえた。声が、低い、かすれた声。女の声だった。いる。よ。日本語ではなかった。スペイン語でもなかった。言語とも、呼べないような音だった。でも意味は、わかった。骨まで、染みてくるように、わかった。ここに、いる。ずっと、ここにいる。私を待っていた。何かが、IMG。島全体を覆う霧の中、無数の人形が木々に吊られた円形ショット。
私は声の方向を見た。懐中電灯を向けた。木の根元、そこに一体の人形が座っていた。縦膝で正面を向いて、まるで最初からそこにいたように。目は白かった。濁った白い目が、ただ私を見ていた。瞬きをしない目が、息を吐いた瞬間、わかった。これは偶然でも風でも見間違いでもない。この場所に根を張った何かが私に触れようとしている。確認している。選んでいる。私を IMG 夜明け前の島。霧の中に浮かぶ人形のシルエット群。その夜から島は変わった。正確には私の中の何かが変わった。恐怖が確信になった瞬間というのは静かだ。叫ぶ間もなく。ただ、わかる。もう、聞き返せない。と、そして翌朝、小屋に戻ると、私の荷物の中に、見覚えのない人形が、一体、入っていた。IMG、日常の部屋、窓際に置かれた見覚えのない人形のシルエット。荷物の中に、人形が入っていた。それだけで、十分だった。私は島を離れた。メキシコシティへのバスに乗り、ホテルに戻り、シャワーを浴び、眠ろうとした。終わった。と思いたかった。でも、終わっていなかった。その夜、ベッドの横に、何かが立っていた。形はなかった。音もなかった。ただ、確かな、重さがあった。空気が違う。部屋の隅の、あの感覚、島と同じだった。私は目を閉じて、朝を待った。IMG、帰国後の自宅、暗い廊下に差し込む光。日本に戻っても、それは消えなかった。帰国から3日後の夜、自宅の廊下を歩いていると、奥の部屋から、きしむ音がした。誰もいない。猫も、飼っていない。足を止めた。耳を澄ませた。もう一度、鳴った。規則的に、まるで、グリースのように、リズムがある。意図がある。私はドアを開けられなかった。30分、廊下に立ったまま、ただ、その音を聞いていた。やがて、音は止まった。翌朝、部屋に入ると、棚の上の写真立てが、1枚だけ、裏向きになっていた。IMG、職場の窓、外を見つめる人影の反射。職場でも、起きた。ある昼休み、給湯室で一人、コーヒーを入れていた。窓ガラスに、自分の顔が映っていた。その後ろに、もう一つ、顔があった。振り向いた。誰もいない。もう一度、窓を見た。消えていた。でも、私は見た。確かに、見た。その顔は笑っていた。人形のように、目だけが、動いていた。IMG、深夜の室内、視線を感じる人物の背中、一人でいる時間が、怖くなった。ではなく、一人でいる、という感覚自体が、もう存在しなかった。何かが、常にそこにいる。見ている。数えている。私の呼吸を、島で拾ってきたのか、それとも、島が私に、くっつけたのか。荷物の中の人形は、今も手元にある。捨てようとした。3回、捨てようとした。でも、捨てられなかった。朝になると、必ず戻ってきているから、この存在が何なのか、島に何が根付いているのか、次第に、私は調べ始めた。ドン。ジュリアンという男の話を、そして、かつてあの島で溺れた、一人の少女の話を、IMG、古びた新聞の切り抜きと、手書きのノートが薄暗い光の中に広がる場面。調べ始めたのは、島を離れた3日後だった。ドン。ジュリアン、サンタナ、バレラ、彼がこの島の主だった男だ。1950年代、彼はソチミル湖の運河沿いに移り住んだ。世間から距離を置くように、一人で、IMG、運河に浮かぶ小さな小屋と、若い男のシルエット。ある夜、
彼は運河で見つけた少女の遺体を。名前は分かっていない。どこから流れてきたのかも誰も知らない。ただ溺れて死んでいた、それだけが記録に残っている。 IMG 暗い水面と漂う小さな靴。ドン。ジュリアンはその夜から変わった。少女の魂が島にとどまっていると信じた。彼は人形を拾い始めた。運河に流れ着くもの、ゴミ捨て場で見つけるもの、市場で手に入れるもの、一つまた一つ。少女を慰めるために、少女の魂をなだめるために。 IMG 木々に吊るされていく人形たち。次第に増えていく様子。それが数十になり、数百になり、やがて数千を超えた。島全体が人形で埋め尽くされるまで半世紀かかった。 IMG 古びた人形が風に揺れる夕暮れの島。問題はここからだ。2001年。ドン。ジュリアンは死んだ。場所は運河だった。少女が溺れた。全く同じ場所で歴史だった。 IMG 静寂な水面。波紋が広がる。目撃者はいない。理由もわからない。ただ発見された時、彼の顔は穏やかだったと近隣の漁師が語っている。まるで迎えられたかのように。 IMG 老人の穏やかな横顔を想像させるシルエット。私はその記録を読んで手が止まった。少女の魂が島に宿った。ドン。ジュリアンがそれを知った。そして同じ場所で同じように言った。偶然ではない。 IMG 手元の人形のアップ。その目が光を反射する。視線を落とした。テーブルの上にあの人形が置いてある。私が持ち帰ったのではなく、戻ってくるあの人形が。よく見るとその目の色が少し変わっていた。以前は灰色だった。今は深い緑色をしている。 IMG 人形の目のクローズアップ。底知れない深みを持つ緑色の瞳。これは何だ。島の少女なのか、それともドン・ジュリアンの何かなのか、あるいはもっと別の名前のない何かなのか。答えを求めるならもう一度あの島へ行くしかない。今度は逃げずに正面から向き合うためにパート7へ。 IMG 深夜の島。無数の人形が木々に吊るされた光景。月明かりだけが照らしている。島に戻ってきた。逃げた翌日の深夜、私はまたあの水路を渡った。誰にも言わなかった。止められると分かっていたから。桟橋に足を踏み入れた瞬間、空気が変わった。重い、湿っている。息がつかえる。人形たちはそこにいた。木に、しがらみに、屋根の辺に、数えきれないほどの顔がただぶら下がっている。月の光の下でそのすべてがこちらを向いていた。足が止まった。引き返せ。体がそう叫んでいた。それでも私は歩いた。奥へ、奥へ、もっと奥へ。島の中心に近づくほど音が消えていった。虫の声も水の音も自分の呼吸さえも遠くなった気がした。そこにあの小屋があった。 IMG 古びた小屋の入り口。扉が少しだけ開いている。扉が開いている。昨日は閉まっていた。確かめたはずだ。一歩踏み出した。床がきしんだ。暗い。ほとんど何も見えない。懐中電灯をつけた。光の輪が壁を舐めるように照らした。そして棚の上の人形と目があった。緑色の目。あの人形だ。水路から流れ着いたあの人形がここにいる。なぜ、どうやって。私は一歩も動けなかった。人形の首がゆっくりと傾いた。音がした。カチッと関節が動くような乾いた
小さな音、心臓が止まりそうだった。逃げろ、今すぐ、振り返るな。それなのに、体が動かない。人形の口元が、わずかに、開いた気がした。では、ない。開いた。確かに、開いた。IMG。人形の顔のアップ。緑色の瞳が光を反射している。空気が、揺れた。小屋全体が、息をしているような感覚。壁の人形たちが、一斉に、こちらを向いた。全員の目が、私だけを、見ていた。その時、背後で、扉が閉まった。音もなく、静かに、完全に、私は、閉じ込められた。暗闇の中で、あの緑色の目だけが、光っていた。島の少女なのか、それとも、もっと古い何かなのか。答えは、もう、すぐそこにある。この夜が何をもたらしたのか、それは、次の話になる。IMG。夜明け前の薄暗い部屋。窓の外に揺れる人形のシルエット。あの夜から何かが変わった。正確には、あの島を出た朝から、メキシコシティに戻った最初の夜。私は一睡もできなかった。天井を見つめていた。ただ、見つめていた。まぶたを閉じると、あの目が現れる。緑色の、濡れたような、確かに動いた。あの目が、IMG。ホテルの天井。暗闇の中で開いたままの目。眠れない夜が、続いた。1日、2日ではない。帰国してからも、その習慣は消えなかった。午前3時になると、必ず目が覚める。理由はわからない。ただ、目が開く。体が、起きる。そして窓の外を、確認せずにはいられない。何かが、いる気がして、いや、正確には、何かに、見られている気がして。IMG。暗い窓。外に揺れる木の枝。ではなく、鏡が、怖くなった。あの島で私が見たのは、人形の目だけではなかった。鏡の中にも、何かが映っていた。一瞬だった。本当に、一瞬。でも確かに、私の後ろに何かが立っていた。人形のような形をした。何かが、それ以来、鏡の前に立てない。洗面所では、顔を伏せて歯を磨く。IMG。薄暗い洗面所。霧がかった鏡。人に話すと、決まって同じ反応が返ってくる。気のせいだよ。疲れてたんじゃない。そうかもしれない。そうであってほしい。でも、気のせいで説明できないことが、一つある。帰国から3週間後、私のカメラのデータを整理していた。島を出る直前に撮った写真。最後の1枚。そこに写っていたのは、IMG。薄暗い小屋の内部写真。人形たちの中に何かの影。人形たちの中に、小さな影があった。子供のような形をした影が、こちらを向いて、こちらを見て、笑っているように見えた。私はその写真を消した。すぐに、消した。でも消す前に、見てしまった。その顔を、IMG。削除されたファイルの画面。震える指先。あの島の近くには、もう近づかない。いや、メキシコには戻れない気がしている。ソチミルコの運河に、あの島は今も浮かんでいる。今夜も誰かが、あの人形たちに見つめられているかもしれない。あの島の少女は、まだそこにいる。もっと古い何かと共に、静かに、待ちながら、そして、一つだけ確かなことがある。あの夜が私に残したのは、恐怖だけではなかった。何かが、ついてきた気がする。今もまだ、そばにいる気がする。これで終わりだと思っていた。でも、終わりは、まだ先の話だ。IMG。夜明け前の静寂な運河。霧が水面を這い、遠くに人形島の輪郭が見える。あの夜から、もう2年が経つ。でも、忘れられない。あの感覚が、今もまだ、皮膚の下に残っている。人形たちの視線、
静寂の中で感じた。確かな息遣い。IMG。無数の人形がぶら下がる木々。その眼球がすべてこちらを向いている。島を離れた朝、ボートの上で空を見上げた。ソチミルコの空は薄く白んでいた。雲が低く、重く、まるで何かを隠すように広がっていた。その時、気づいた。なぜか、体が軽くない。右肩だけが、ずっと重かった。IMG。旅行者の後ろ姿。肩越しに何かの気配。帰国してから3日目の夜、部屋の隅に影が見えた気がした。4日目、夢の中にあの少女が出てきた。笑ってはいない。ただ、こちらを見ていた。IMG。暗い部屋、窓の外に揺れる影。私は思う。あの島で何かを持ち帰ったのかもしれない。それとも何かに選ばれたのかもしれない。どちらにせよ、あの夜は終わっていない。まだ、続いている。IMG。人形島の入り口。看板が風に揺れている。ここで、あなたに聞きたい。もしあなたが、あの夜の私だったら、数千の視線を全身に感じたとしたら、それでも、朝まで、島にいられたか？ IMG。夜明けの音が、ボートが静かに岸を離れる。逃げることは、正しい選択かもしれない。でも、あの島に残る何かは、逃げた人間を、ずっと覚えている。目を閉じれば、今もわかる。あの視線が、消えていないことが。IMG。人形の顔のアップ。瞳が光を反射している。ソチミルコの人形島は、今夜も存在する。そこには今も、数千の人形が、風に揺れている。そして、あの少女の霊は、まだそこにいる。次の訪問者を、静かに、待ちながら、あなたが、次の一人にならないことを、祈っている。ただ、祈っている。